皆さん、こんにちは。ヒロのジャパニーズポッドキャストのお時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。寒い日が相変わらず続いておりますが、風邪など体調を崩したりしておりませんでしょうか。私の住んでいます函館はですね、つい先日まで全然雪も降らないですし、暖かい日もなんならですね、続いていたというところだったんですけれども、今ですね、ポッドキャストを撮っています1月15日はですね、すごい雪が降ってきております。もうですね、朝から、昨日の夜からですかね、ずーっと雪が降っててですね、雪で道路がまた一面真っ白になってしまいました。せっかくですね、雪解けて、走りやすい道路になったりですね、歩道も、歩きやすいですね、感じになっていたんですけれども、またですね、雪の時期に、戻ってしまったというところでございます。そんな中ですね、今日のテーマではありますけれども、この前の3連休ですね、3日連続のお休み、年明けからすぐあってですね、非常に心としては良かった3連休かなというところではあるんですけれども、皆さんはちゃんと休めたりですね、お正月の、だるさだとかっていうのは抜けましたでしょうか。残念ながらですね、うちはですね、子供が、3連休の真ん中の日にですね、2日目、40度の熱を出すということで、本当にてんやわんやをしてしまった日でございました。もう連休も休みではなかったですね。本当にびっくりしましたね。いきなり。なんかいつもと違って、だるそうにしてるなだとか、ちょっと頭触ったら暑いななんていうことがありまして、熱測ってみたら、39度5分、もう一回測ったら40度ということで、これはやばいということで、いろいろ対応しておりました。ただですね、本当にその3連休中に風邪をひいて、あっちこっち行ったっていうのは今回私たち初めて、でございました。皆様、中にはですね、もしかしたらそういったお休みの時に子供の、熱が出たりですね、したことないという方もいるのかなと思いましたので、今回は、そういった皆様方にですね、こんな風に私たち乗り切りましたというようなお話ですとか、こういったホームページですね、見るとちょっといいのかなというところも合わせてご紹介できればと思って、今日、ポッドキャストを撮っております。で、早速ですけども、熱がまず出ましたと、びっくりしましたというところからスタートしますが、最初にですね、休日当番の、病院を探さなきゃいけないということで、いつものかかりつけのところは、やっぱり休みだったので、そのですね、当日、休日やってるですね、病院が、どこなのかっていうのを調べるために、函館市の、ホームページの方を見ました。で、そこで見たときには、函館市といいますか、近隣の町も含めてにはなりますが、函館市、北斗市、あと七飯町かなの3つの、市町村で、1つのですね、病院、子供向けには1つの病院を、開けますよという決まりになっていました。で、今回空いてたのが7位の方にあるですね、病院で、行ったことないところですね、だったんですけども、そこに、空いてるところしかないということで、行ったということになります。で、やっぱりですね、1箇所しか空いてないということなので、その函館市内、七飯町、北斗市っていうところの、全員、体調悪い子供たちが、集まるということなので、すごい混んでましたね。びっくりしました。やっぱ連休中だとしても、体調はですね、連休とか関係なく、やっぱり崩すときは崩してしまいますので、それによってですね、すごい集中していたということがありました。で、結局、受付から受診までですね、やっぱり1時間近く回っていたということで、その間ですね、子供は、熱は出ていたんですけれども、どちらかというと歩き回ったりですね、あと子供の病院なんで、子供向けのキャラクターとか、あとシールとかですね、貼ってる壁とかを見て、いつも以上にですね、楽しく過ごしてはいたんですけど、熱出てるんだよな、この子と思いながら、はい、なんとか過ごして、1時間ですね、経ちました。で、1時間経ってようやくですね、検査というところになったんですけれども、
やっぱり今時期、皆さんもご存知だと思いますが、インフルエンザですね。やっぱり疑わざるを得ないぐらいの高い熱だという話になりまして、ただですね、そのインフルエンザが、本当に、なんていうんですか、インフルエンザになってるかどうかを調べるための検査っていうのは、熱が出て、いわゆる症状出てから何十時間とか経たないと、検査しても、陽性反応が出ないというふうに言われてしまって、確かにそんな話も聞いたことあるな。自分も昔コロナになった時、なんかそんな話聞いたなと思ったので、そっか、連れてくるの、早かった。いや、でも熱出てるから仕方ないよなと思いながらですね、その話を聞いていました。で、それで、じゃあどうしましょうかって時に、先生、その判断が、広く、みんなのですね、共有の考え方なのかどうかはわかんないんですけども、一応インフルエンザだろうという話になって、検査してないんですけど、はい、なりまして、で、それで対応する、薬、タミフルですね。と、あとは、タミフルじゃない、インフルエンザじゃなくても使えるような、解熱剤を、出して、それでちょっと調子見ていってほしいと言われて、で、それインフルじゃなくてもタミフルって使っていいのかなと思ってたんですけども、その後に、インフルかどうか確認するために、そのドラッグストアで、検査するためのキットが売ってるから、そこで買って検査して、インフルだとなれば使ってみてみたいな、そういう話し方だったんですよね。なので、そうですよねと。勝手には使えないですよねっていうことで、わかりましたと。ということで、ひとまず、薬を出してもらって、その日はですね、一回帰るかと。で、途中で、休みではあるんですけど、買えるんだったら買って帰りたいなと思って、市内のドラッグストアだとか薬局って調べたんですけれども、いや、そりゃそうだよなと後々気づいたんですが、土日祝日って基本的に薬局も休みなんですよね。病院が休みだったら薬局も休みかということで、どこも空いてないなと。で、ツルハとかであれば、売ってるかなと思ったんですけれども、ツルハで、いわゆる薬剤師が駐在しているところであれば売ってるって話も聞いてたので、ただですね、その薬剤師の、勤務っていうのがどうも土日祝日は基本的に休みということで、ツルハ自体は空いてるんですけども、薬剤師は、いないので、そういった薬は、だとか、検査するためのキットだとかっていうのは、売ることができないんですっていうのが電話で確認したらですね、そういう話をされたということがありました。そうかと。そうしたら、これはドラッグストアで検査キット買うの難しいなと。でなれば、明日また違う当番病院が朝発表されるんで、そこに行ってもう一回検査して薬使うってことになってしまうのかな。っていうことでですね、頭を悩ませたっていうのが、ありました。で、とはいえ、なんとか検査キットだけでも、どこか祝日でも空いてれば、買って検査できれば、一番子供もまた病院行くっていう負担なくできるかなと思っていたので、次の日ですね、になって、祝日でも、ちょっと土日でも空いてるところをなんとかないかなと思って探してたんですが、そうすると、空いてるところは一箇所、ちょっと見つけることができて、そこに電話をかけたんですけれども、そこでは取り扱いはあるんですが、在庫がないという話になって、そうですかと。じゃあもうどこでも買うこと難しいですよねっていう話をその薬局の人と、お話をしまして、そしたらですね、教えてくれたのが、私たちこれ知らなかったんですけれども、函館市のホームページではないんですけれども、函館薬剤師会のホームページというのがありまして、で、そこで、休日だとか夜間も含めてだと思うんですが、薬局開けるようにですね、していただいているようでして、で、この病院と同じく当番制になっているので、この日はここの薬局が空いてますよというのがホームページ上に載っていました。で、当日はですね、2箇所
空いていることを確認できたので、そこにですね、もう片っ端からちょっとお電話するような感じになりまして、1箇所目がやっぱり取り扱いなくて、で、2箇所目がようやく、検査キットありますよとなったので、なんとかですね、そこに、行って、もう買うしかないということで、すいません、ありがとうございますっていうような話をしました。で、本当にですね、そこしかないので、で、場所はまたですね、2、30分車でかかるようなところだったので、その間に買われてしまうとなかなか難しいなと思ったので、取り置きできますかねなんて話もして、大丈夫ですよという話をいただいたので、なんとかちょっと取り置きしていただいて、自分ですね、一人でちょっと薬局まで行ってですね、購入してきたということに、なりました。で、それで、なんとかですね、これでようやく検査してインフルなのかどうか確認をして、タミフルですね、使うことできるなと思って、帰ってきました。で、その検査キットがですね、またこれもですね、やったことある人はわかると思うんですけど、こう、鼻の奥にこう、長い綿棒をこう入れて、で、それでこう、薬液に入れて、検査キットで反応を見るっていうタイプのものなので、子供もそういうのやったこと病院でしかなくて、私たちも正直子供に対してやったことなかったので、すごい緊張しながらですね、あんまり奥まで入れすぎると、鼻血とか出たら困るなと思ってですね、2センチ程度って書いてたんで、ちゃんと綿棒に2センチのところで、印ですね、つけて、これ以上ちょっと奥刺さんないように気をつけようと思いながらやって、やりました。で、当然ですね、子供はちょっと嫌がって泣いてしまったんですけれども、なんとか、取ることができて、薬液つけてですね、反応20分ぐらいかかるんですけど、つけて、見ることが、できました。で、結果的にはですね、結局インフルエンザではなかったんですね。陰性というのがしっかりと出て、失敗したら失敗しましたよっていうふうに表示されるんですけど、それが出ずに、なったので、ちゃんと取れた上で陰性だってことをしっかり確認ができて、よかったなと。とりあえずインフルじゃなかったなと。なので、タミフル使うこともなくですね、終わったということにはなりましたが、結局そこの判断するまでにすごい時間もかかりましたし、今回検査キットを買ったんですので、2500円普通に実費かかるんですけど、病院で行ったらタダだったよなとか思いながらですね、とはいえ、病院でやっぱり子供待たせるっていうのも、他の人からまたもらってしまうっていうリスクも考えたら、お金かかっても仕方ないかな、今回はいいかなというところだった、そういうことでございます。なので、休日当番の病院は函館市で確認、函館市のホームページで確認をするということで借りるんですけども、薬局が空いてるのかはちょっとまた別のですね、函館市のホームページではなくて、薬剤師会のですね、ホームページ見なきゃいけないのかというところがちょっと今回学びになりました。あとは、もし可能であれば、熱出てからですね、検査するまでに、やっぱり時間少し空いてからですね、行かないと病院では検査が難しいってこともあったので、そこはどうしてもちょっと体調のところが子供の部分あるので、絶対っていうのは難しいんですけれども、状況によっては少し様子見るっていうのも大事かなっていうのは改めて、思いました。皆さんもですね、やっぱり子供いきなり熱出ることがあったりします。ただ、子供はですね、熱出てても意外と元気だったりっていうことも往々にしてやっぱりあるようなので、ケースバイケースだとは思うんですけれども、病院に行く方がいいのか、それとももうちょっと様子見た方がいいのかというところはですね、判断非常に難しいところではあるんですけども、なんとか一緒に乗り切っていきたいなと思います。ということでですね、今回の、ポッドキャストでは、休日にですね、子供が熱を出した時の対応の方法、私たちの、実際やったことについてお話をさせていただきました。皆さんもですね、きっと休みの日に熱が出たりですね、することもあるのかなと思うんですけれども、どういった対応方法をしているのかななんていうのも教えていただけると非常に助かるなというところと、共有もですね、していければいいのかなと思いますので、ぜひぜひコメント欄などで教えていただけると非常に助かります。このポッドキャストでは、今回のようなですね、お話をしたりだとか、
他にもですね、家族の過ごし方などですとか、函館市のことだとかですね、そういったものをお話ししていきたいと思っております。YouTube 上ではですね、翻訳機能を使って、ある程度ちょっと分かるような、体制にもしておりますので、ぜひそちらの方もですね、ご活用いただきつつ、思ったことだとか、自分の実体験だとかっていうのをコメント欄でまた教えていただけると非常に助かります。また、日頃からですね、いいねだとか、チャンネル登録していただけると、ポッドキャスト継続のですね、私の励みと、非常になりますので、本当にですね、最後、切る前にですね、押していただけると非常に助かります。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いいたしましょう。ヒロでした。ありがとうございました。